目的地まで12時間の悪路。宿に着くとなかった我々の部屋。そしてあと30分という甘い言葉に裏切られ続けた過酷なビソバサキャンパスの遠足。土砂降りの雨の中、心身ともに限界を迎えながら10時間かけてようやくたどり着いたのは霧に包まれた小さな村でした。しかしようやく休めると思ったのもつかの間、この後まさかの展開に。チアを飲んで温まろう。宿に入る前に休憩かと思ったんですが、お店に入ると地べたに座る仲間たち。みんな一緒に宿に移動かなと思いきや、一向に動く気配なし。窓のない冷たい風が吹き込むお店。着替えをする場所もなく、カッパを着たまま寒さに耐えていると、外に火の準備がしてあるとのこと。もしかしてキャンプファイヤー？そんなわけありません。この扱いひどいよね、なんかね。学生の扱いね。まだ寝るとこも決まってないよ。段取り悪いしね。明日は戻ってまたあそこに泊まるんですかね。いやだから明日はさらに上というか違うとこ行くんよ。あ、そうなんですか。あの寒い店の中に戻ってみると、いうかみんな食ってんじゃん。Kanahan ba yun?あれいつの間に。本当やね。ようやく我々にも食事が。やはりダルバート。着替えるどころかまだ手も洗っていません。ちょっと帰ってきて手も洗ってなくてご飯食べるっていうのも初めてよね。Cynthia? Mito.自家製のロキシーがありました。これどうやって飲むのこれ？上これを蓋取って。でこうやって飲むんだ。一緒。あ、じゃあ面白いね。食事も終わり、さあ宿へ移動と思いきや、みんな荷物を片付け始めました。寒いな。寝床の準備？ここに来てようやく事態を把握。ここは食堂でも宿泊施設でもなく普通の民家にホームステイさせてもらっていたんです。私の寝床の隣で家族は夕食。お母さんが持ってきてくれたのは自家製のちゃん。日本でいうところのどぶろくです。よ、ちゃん？ナマステ。つまみにまた鶏肉をもらいました。横に予定？あ、なんだ。Apa maksudnya? Yung tidak nih, tidak ada. Washing? Duka. Japan mah banda duka. Bihana katboji utun hunsa?片言のネパール語だったんですが、意外と盛り上がったんですよ。Sakit. Dito kayo ang pupa. Ganda ba? Oh! Sakyo. 全員爆睡中。宴が終わると私の枕元で後片付け。何？
電気もガスも水道もない部屋で毛布にくるまる。それもまたこの旅が教えてくれたネパールの日常生活でした。朝5時、冷たい風とともに柔らかな日差しが差し込んできます。学生たちはまだ誰も起きていません。ここでの生活の一番最初の仕事は火起こし。ガスのない生活は大変なんです。村の北の方に密かにヒマラヤを望めました。地元の人に山の名前を聞いたんですが、よく聞き取れなかったのでスルー。村の朝は賑やかです。室内を鳥が自由に走り回り、当たり前のようにヤギまで入ってきます。8時半出発です。宿から15分登ったところで他のメンバーと合流。ここで歓迎セレモニーも行われました。トレイル2日目はドードレからマイユンタンダまで登ります。標高差は350メートル。5時間のトレッキングです。この日は緩やかな道が多く、ハイキング気分でトレッキングが味わえました。Namaste。अर्को नयाँ क्यामेरा क्यामेरा त धेरै छ राम्रो छ।これにごちそうとお酒があれば、私がイメージしていたピクニック。おのおの自然を満喫します。सबैजना फोटो खिच्नु आउनुहोस् सबैजना फोटो खिच्नु आउनुहोस्।ネパールの国の花、ラリグラス、シャクナゲです。お昼近くになり、雲が広がりました。方向的にはエベレストが見える方向なんですけれど、全く山は見えません。気がつけば標高3000メートル。歩くと少し息切れをする感じ。空気が薄くなっていくことを実感。日が差していて、向こうに山が見えていたら圧巻なんでしょうね。
Gurama har picture? Okay. 歩き始めて5時間半、今日の宿に到着。到着と同時に雨が降り出しました。新しく建てられた宿は非常にモダンで、合宿所のような清々しい空気に包まれています。昼食のダルバートを食べた後は思い思いの自由時間。語らい、笑い、火を囲む。そこにはただ純粋な交流の時間が流れていました。ふと気づけば誰もスマホを触っていません。電気がないという不便さが、目の前の仲間や自然と向き合う贅沢を教えてくれていました。今回7度目のダルバート。私は寒い地方ならではのお酒、トゥンバをいただきました。懐中電灯の明かりだけで飲むお酒もいい経験です。トレイル2日目、無事終了。今回のトレイルの最高地点、マイユンタンダ、エベレスト、ローチェ、マカルー、ヒマラヤ8000メートル級の山々をぜひ見てみたい。私は一人4時に起きて撮影の準備。するとそこには人の気配が。トルコ人の2人が夜明け前のお祈りをしていました。イスラム教徒の2人はトレッキング先でもお祈りは不可欠なもの。また違った文化を見ることができました。そして夜明け。ヒマラヤの絶景を期待していたのですが、霧で全く見えませんでした。日も昇り、厨房では朝食の準備。ガスも水道もない標高3000メートルの高地。けれどそこには自然と折り合いをつけながら紡がれてきた揺るぎない生活の形がありました。便利さに慣れきった私たちの目には不便に映っても、ここにはこの土地の根ざした知恵と確かな日々の営みが息づいていました。朝食、ふかしたじゃがいもとゆで卵、辛いアチャールとの相性がいいんです。出発前、旅の安全を祈ってティカをつけてもらい送り出してもらいました。はい、朝7時半ぐらい出発です。今日は7時間8時間かかるという予定です。最終日は高低差800メートルを下り、バスの待つゴール地点へ8時間の予定が組まれています。明け方の霧はすっかり晴れたんですけれど、山の姿は薄い雲に覆われて見えません。立ち寄ったところはハンスポカリという湖。日本語に訳すとアヒルの湖。湖でのんびりしている間に急に霧が立ち込めてきました。嫌な予感がします。この視界の悪さ、休憩中も写真すら撮りません。半分ぐらい下ったところでランチタイム。下りはご飯を食べるところもありました。これはヤクの乳から作ったツルピー。発酵させて固めた後に乾燥させて作られます。非常に硬いのが特徴で、口の中で長時間転がしながら少しずつ溶かして味わう。一言で言えば舐めるチーズです。お昼ご飯はこのツアー8回目のダルバート。さすがに私はギブアップ。
一人こっそりラム酒をいただきました。 जाडोमा ठिक छ अहिले कति घन्टा अब 3 घण्टामा गाडी भेटिन्छ 3घन्टा 3 घण्टा हिँड्ने बिस्तारो अनि गाडी आउँछ हजुर हजुर अनि गो टु काठमाडौँ ओके 3時間半後、最後の休憩。残りはと聞いたら、あと30分。ここからの道は楽だよとのこと。やっぱり3時間じゃ着かなかったか。雨は強くなる一方、もうとっくに30分は過ぎています。オーストラリア人のスティーブン。雨の中、半袖短パンで突き進みます。到着したかなと思ったらまた階段。ここに来て上り下りの繰り返し。マジに心が折れます。最後の休憩であと30分と言われてから2時間。ようやくバスが見えてきました。ゴール地点です。精神的にも体力的にももうヘトヘト。時間が4時半。雨も強くなり、あまり休憩も取らず、ハイペースで降りてきても9時間かかりました。私たちが到着して1時間半後、全員無事にゴールとはいきませんでした。もうビア샀죠。득샷？남았대。가로사。오케이. Hello. Okay, namaste. 出発前の食事はこの度9回目となるおなじみのダルバート。皆が食事を楽しむ中、一人だけ足りない。オーストラリア人のスティーブンがいません。彼は我々とゴールをした後、後続と合流すると言って先生が止めるのも聞かずに山へ戻ってしまったんです。そのまま消息を絶ち、現場には緊張が走ります。軽装で夜の山。地元警察も出動する大騒動に発展しました。幸いにもジャングルの中で警察に発見され、事なきを得たスティーブン。戻ってきた彼を待っていたのは、心配を通り越して大激怒する先生のお説教でした。全員揃っての解散式。全員の無事と健闘を称え合いました。夜行バスでカトマンズに向かいます。このバスがまた辛かった。明らかに乗っている人は増えています。急遽バスに長椅子を持ち込み、ダミーの座席。床に座っている人もいました。途中で人が降りていき、全員がシートにゆったり座れるようになった時にはもう夜が明けていました。夜行バスが出発して13時間、ようやく朝食です。久しぶりに食べるダルバート以外の食事、私もがっつりいただきました。カトマンズに到着。なんと16時間の長旅でした。マジしんどかったし過酷でしたが、人生最初で最後の大旅行。多国籍の仲間たちと交わした言葉、ヒマラヤの冷たい空気、そして自分の限界に挑んだという事実。リソバサキャンパス初の遠足は間違いなく私の人生における最高の財産となりました。戻ってきてから知ったとんでもない事実。トレイル2日目の朝、ドードレの空にうっすら浮かんでいたのは世界最高峰のエベレスト、そして第4位のローチェ、第5位のマカルーだったんです。もっと真剣に撮っていたらよかった。
今は後悔の嵐です。人生最初で最後のつもりでしたが、本物のエベレストを見せられたら話は別。次は最高の気候を狙ってまたあの頂に会いに行きたいと思います。